はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい。今日はですね、私の、英語学習の経験、成功体験をちょっとシェアしたいと思います。はい。まあね、うん。英語を勉強していますっていうとちょっと、本気で勉強してる人に大変申し訳ないんですけど、一応ね、英語を勉強中なんですよ。でも真剣に勉強してないのね、本当真剣にみんな勉強してる人たちの前でこんな偉そうに言うことは本当になんか大変申し訳ないんですけど、本当皆さん尊敬してる。本当にマジで。私は本当に怠け者でさ、本気で英語学習を始めたのはだいたい8年9年前の大学4年生。カナダに半年のワーキングホリデーに行った時から今までって感じなのね。でも、その間に本気で勉強してた期間っていうのは本当1年とかそっからはなんか、ちょっと勉強してみたりやめたりみたいな。なんかそういう感じだったのね。なんか英語のことは触れるけど、英語を触れるけど別に勉強までは言えないぐらいのレベルだったの。ずーっと。そう。だから、その今の私の英語力っていうのは、会話力は多分 N3 ぐらい。で、リスニングがもうちょっと高いかなぐらいの感じです。はい。うん。まあね、皆さんご存知の通り、日本人は結構英語が苦手な方が多くてですね、私もその一人だったんです。はい。で、ちょっとね、具体的な例がなかなか思いつかないから、ちょっと TOEIC の例で言います。TOEIC っていうのはスピーキングはないんですけど、リスニングとリーディングの、テストがあってですね、1900何十点がマックスなんだよね。990何点、5点とかがマックスなんだけど、最高点なんだけど、まずそれを大学2年か3年ぐらいに受けた時の私のスコアは、多分ね、400点いってなかったと思う。やばくね？絶望的。約1000点満点のテストで私400とか400以下だったのね。そう。で、その時の私は、なんか、Hi, how are you? みたいな。I'm fine, thank you. And you? みたいな。マジやばい。マジでやばい、感じだったのね。で、そっから半年間、ワーキングホリデーで留学して、その時に受けたテストが、その TOEIC のテストが600ぐらいだったのね。600点ぐらい。そう。300、400ラインから600は成長したなって思うかもしんないけど、ちょっと会話ができるぐらいのレベルでした。はい。そっからなんか勉強したり勉強しなかったりなんかああだこうだして、で、去年の夏に突然思い立ったの。なんか、ピーンって、なんかトーイック受けようみたいな。なんか突然思い立ったの。なんか力試しみたいな感じ。前に受けたことあるテストで、なんか簡単に受けられるもので、なんか今の英語力力試しになるものあるかなみたいな思って、トーイック会話ないけど、なんか月1ぐらいで開催してるから、トーイックのテストって、日本でね。だからなんか試しに受けたんだよね。で、ちょっとだけ勉強した。ちょっとだけリスニング、なんかどんな、トーイックってどういう問題があったっけぐらいな感じで、ちょっと問題に触れるぐらいこう、やってみた。で、そしたらですね、私のスコアがですよ。790だったの。え私超びっくり。ちょっともう皆さん英語ペラペラの方も多いと思うから、低くねって思うかもしんないけど、私にとっては超絶びっくりよ。790だから80%ぐらい正解してるんだよね。で、留学から帰ってきてすぐのスコアが600だったのに、200ぐらい伸びてんだよ。で、この期間8年間あったけど、私はほとんど集中して勉強してないわけ。そう。あれどこでこの200点稼いだんだろうっていうのは私の中で自分で本当に、って感じ。本当びっくりびっくりって感じだったの。うん。で、そのスコアもね、良くないんだけど、めちゃめちゃアンバランスだったんだけど、そのスコアのその790点のその中身ね。その中身は、100点リスニングで100点リーディングみたいな感じなの。で、リーディングは
その語彙と文法と、あと長文読解なのね。そう。とにかくその読解、なんかビジネスメールとか、その広告とかの文、マーケティング系のやつとかを読んで、質問にひたすら答えていくみたいな感じなのね。で、勉強してないからさ、私、語彙と文法はボロクソだったのね。もう壊滅的。もう本当にボロボロだったの。全然理解してない。でも、長文とそのリスニングの結果がすごく良くて、リスニングは80%ぐらい正解だったの。そう。びっくりした。私どこでリスニング培ったその力みたいな感じで思ったのね。で、今回私がこう思い返して、皆さんにその英語学習の、なんていうの、私がこれを知ったのが良かったんだろうなっていうのを思うものをシェアしたいと思います。はい。ちなみにね、会話力においては、そのシェアハウスでこの間半年間ぐらい生活してたんだけど、90% 英語の生活だったんだけど、まあ、自分の英語力が足りないなっていうのはすごく感じたけど、お友達になれたし、普通に生活はできた、みんなと一緒に。うん。なんか議論もできたし、自分の意見も言えた。完璧じゃないけど、なんか考えながら自分の意見を言えて、自分の言いたいことは、まあ、7割方は伝わったかな、みたいなことを感じられた。うん。っていう経験があるのね。そう。だから会話力も伸びたって自分ではすごく感じてるのね。そう。はい。で、何が良かったのかなっていうのを私は2つ皆さんにシェアしたいと思います。はい。1つ目はですね、シャドーイングですね。はい。まあ、これはね、私自分でもシャドーイングクラスやってるんだけど、それぐらいシャドーイングはすごく効果的な学習方法だと思っていて、シャドーイングって何かというと、とある文章があるね。何でもいいの。私が英語でやってたのは、テッドトークをカットして1分ぐらいで。その英語のテッドトークを耳で聞きながら、そのまま口で繰り返すみたいな。そう。最初はテキストを見て、それをやるの。これはシャドーイングっていういいやり方なんだけど、テキストを見て練習して、よし、ある程度、なんていうの、その、音声、ネイティブのそのテッドのスピーチと同じぐらいのスピードで話せる真似できるようになったなと思ったらテキストを見ないで、聞こえたものだけを自分で繰り返すっていうのがシャドーイングの本当のやり方なんだけど、それをね、半年間、この8年間の中で半年間だけやったことがあったのね。そう。で、それがめちゃめちゃ良かった、個人的に。そう。ここで伸びたのはスピーキング力、リスニング力だと思う。そう。あと、ネイティブの話し方っていうのが少し身についたような感じがした。うん。そのテッドトークってやっぱスピーチとか結構真面目な話とかも多いんだけど、そのネイティブの話し方っていうところだと、なんていうの、フィラーとか、どういうリズムで英語って話してるんだろうなっていうのを、手に入れたって感じ。そう。日本語だとさ、とか、なんか、とか、フィラーね。つまり、とか、なぜなら、とか、だから、みたいな。そのリズムとかね。なんとかなんだ。で、それで、とか、なんとかがあって、で、みたいな。日本語のね、このリズムを、英語では、そのシャドーイングで、身につけることができた。で、あともう一つがそのリスニング力っていうのはやっぱずーっと1分間同じ音声を何回も聞くのよ。ネイティブのスピードのものをね。だから、自然とリスニングが伸びた。で、あとは、そのネイティブのスピーチを、完全にコピーすることが目標だから、コピーすることでやっぱり会話力も伸びるよね。そう。っていうのがあって、シャドーイングにはすごく可能性を私は感じました。はい。皆さんおすすめです。はい。私のシャドーイングコースはもうあるんだけど、私はこれね、フィードバックをね、送るのね。みんながシャドーイングしたものを音声送ってもらって、私がここがアクセント違うよとか、ここもっと早く言ってみましょうみたいなことをフィードバックをするんだけど。お金をかけてフィードバックをもらいたい人は私のシャドーイングおすすめですけど、自分でもできますね。はい。自分の家でもできるので、ぜひシャドーイングおすすめです。はい。で、もう一つはですね、これはね、私が本当に感じることで、私最近 YouTube ショートっていうのをよく見るんですよ。
まあ TikTok でもいいかもしれない。私 TikTok やってないかわかんないんだけど。で YouTube ショートってさ、ランダムでさ、いろんな動画が出てくるの。ピッピッって。で、私はその YouTube ショートを、日本の動画ももちろん流れてくるんだけど、海外の動画をよく見るようにしてて、海外の YouTuber とかがアップしてる英語のね、もの、ほんといろんなジャンルがある。ビューティー系もあるし、そのスタンドアップコメディの切り抜きとかもあるし、あとニュースの切り抜きもあるし、なんか、なんていうの、その、まあ、例えばアメリカにいるやばい、なんかクレイジーな人の、なんか隠し撮り動画みたいなやつとか、なんかほんといろんなこと、その裁判のカットとか、なんかほんといろんなことが英語で流れてくるの。それを私は面白くて見てたの。別に英語の勉強のためじゃなくて、面白くて普通に見てたのね。でも、中身がわかんないのよ。なんて言ってるのか、はっきりわからないのね。だから、その YouTube ショートってさ、一回終わると繰り返しまた流れるじゃん。だから私それ、自分が理解できるまでずっと繰り返し見てたの。あ、この人はこういうことを言ってるんだ、みたいな。で、わからない言葉があればそれは調べるみたいな。で、この動画が、理解できた、面白かったなって思ったらまた次の見るのね。そんなことを自然と繰り返してたら、いつの間にか、その英語力が伸びたんだなって私は今思ってます。はい。だからこのシャドーイングとこの YouTube ショートを活用する勉強法。これ私的にはすごくおすすめなので、もし興味ある方、ぜひチャレンジしてみてください。はい。まあ、最後にね、皆さんにお伝えしますけど、学習法は自分で長く続けられて、自分が楽しめる方法を続けていくことが私はとてもおすすめだと思っていますので、私が今日シェアしたその2つの方法をやってみて、合わないと思ったら、楽しくないと思ったら、全然続ける必要はないと思います。はい。そう。でも、なんかいい勉強法ないかなって悩んでる人がいたら、もしよかったらこのシャドーイングと YouTube ショートを活用すること、この2つをチャレンジしてみてください。はい。皆さんの勉強方法おすすめあったらね、ぜひコメントで教えてください。私は本当に怠け者でね、怠け者なのに、フランスに行くことを決めちゃったんだよね。フランス語を勉強しなきゃいけないの。やばいって感じなんだけど。まあ皆さん頑張っていきましょう。はい。今日は、私の英語学習体験、成功体験についてでした。はい。今日話した話、またトランスクリプト作りますので、私の、ウェブサイトをチェックしてみてください。あと、X と Instagram、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。はい。あと、サニーサイドジャパニーズというグループ会話クラスがオープンしました。私以外に、水木さん、のりこさんという先生、そして今月からリツさんという先生が、参加してくれて、今4人で、グループクラスをしています。はい。好きな時間を選んで、好きなレベルを選んで、好きな先生を選べるようなコースになってますので、はい、ぜひ参加してみてください。はい。で、今無料体験、1回無料体験をすることができますので、ちょっと興味ある方、ぜひこの無料体験やってみてください。はい。で、今ね、いろいろ、一応、皆さんからいただいたフィードバックとかをもとに、サービスの改善を行っておりますので、また新しい情報があったら、こちらでシェアしますので、ぜひ、また聞いてください。はい。あと、Patreon、こちらのメンバーも募集しております。Patreon ではですね、今回お話ししたエピソードの新しい言葉とか表現とかの説明をしております。あと、おやすみポッドキャストっていうまた別の私のもっとなんかプライベート感のあるポッドキャストをアップしてますので、ぜひチェックしてみてください。はい。あとなんだろう。あとシャドーイングコースですね。今日おすすめしたシャドーイングコース。私のポッドキャストを使ったシャドーイングコースをやってますので、興味ある方、先生からフィードバックをもらいたい方、ぜひ、参加してみてください。はい。私のシャドーイングコースなので、
で、私のポッドキャストを使ったシャドーイングコースなので、喋り方はこの感じです。はい。でも、私のそのシャドーイングコースを取ってくれてる方の中で、私って私って言うじゃん。それを僕に変えて、自分なりの話し方に変えてシャドーイングをやっている方もいます。はい。なので男性でもね、もしよかったら参加してみてください。お待ちしております。はい。ということで、私はもうそろそろフランスへ旅立つので、準備しなきゃいけないんですけど、全然終わってません。はい。実は引っ越しがね、全然終わってなくて、それが一番やばいんだけど、もう頭の中てんやわんやでね、フランス語の勉強もね、デュオリンゴのレッスン1で終わってるから、やばい。みんな頑張ろう。ってことで、また次回。さようなら。